裏磐梯の Airbnb を出発し、今日は東日本大震災と原発事故の被災地の飯舘村と浪江町を訪ね、震災以降に指定され残されている浪江町立請戸小学校を訪ねてからホテルに向かいます。前日の夜中にかなりまとまった雨が降っていたようなので心配しましたが、出発時は曇ってはいましたが、なんとか雨には降られませんでした。国道115号をひたすら走ります。裏磐梯を過ぎ太平洋側に来ると、日本海側でたくさんあったスノーシェッドはなく、冬場降雪量が随分違うのだろうなと思いました。道の駅土湯たちより朝食をいただきました。えみちゃんの味おこわとデザートにカフェオレドーナツをデッキで眺望を楽しみながらいただきました。おこわはとても優しい味で、カフェオレドーナツもあまり甘すぎず、両方ともとても美味しかったです。デッキでは仙台から来られたライダーさんとソーシャルディスタンスをとってしばし歓談です。あまり市街地を通りたくないので、国道を離れ県道を使い二本松市の外れを抜けていきます。道路は緩やかな下りが続いていき、徐々に雲が切れ日差しが降り注いできました。ちょうど稲刈り直前の稲穂の垂れた田園風景が続き、日差しで黄金色に輝き美しい風景でした。国道399号を終えて飯舘村方面へ向かいますが、道路標識の地名が一部隠されています。飯舘村の表示でしょうか。推測ですが、立ち入り制限時期にカバーされてそのままになっているのではないでしょうか。飯舘村に入ってすぐ雨が降ってきました。行く買う車もダンプやハイブリッドカーなど乗用車ばかりで、農村地帯でよく見かける軽トラックなどは皆無です。田畑はなく耕作放棄地が延々と広がり、メガソーラー、渦高く積まれた土のう、盛り土などが目立ちます。それまで良かった天気が悪くなってきたせいもあってか、殺伐とした風景に気分がブルーになってしまいました。まるで空気がなく窒息したかのような村の風景でした。道路沿いに花壇が設けられているところがあり、唯一心が和らぎました。昼食を取りに飯舘村の道の駅に寄りました。
コンビニはあるのですが、道の駅によくある土産物屋や観光客用の売店などは一切ありませんでした。車もミニバンなどファミリーカーはなく、ほとんどが業務用の車のようでした。訪れている人たちも作業員組の方ばかりです。雨も止んだのでコンビニでざるそばを買い、ベンチでいただきました。道の駅から見えるところに学校っぽい建物があるので行ってみます。福島県立相馬農業高校飯舘校とあります。立派な校舎なのですが、校庭などは雑草が生い茂っていました。調べてみると、原発事故後に福島市内の他の高校の敷地内に仮設校舎を設け移転したようなのですが、平成30年以降の募集を停止し、令和2年4月から休校になったようです。事故から10年経っても戻ってくることは叶わなかったようです。飯舘村を離れて浪江町へ向かいます。今回の旅の目的地の一つである震災以降浪江町請戸小学校地を訪ねました。この時は公開していなかったので外から眺めるだけだったのですが、2021年10月下旬から一般公開をしているようです。概要欄にリンクを貼っておきます。津波の高さの目印が建物に記してありました。南側からの校舎です。1階部分の内部がほとんど何も残っていない様子でした。傍らには放射線の測量計が設置してありました。また道を隔てて学校の横には塀に囲まれた敷地に瓦礫がうず高く積まれていました。広い部屋には学校だけが残され、田畑や家はなく、ダンプや工事用車両が行き交い、重機がうなりを上げる風景が広がっていました。海岸に出てみました。2キロほどある海岸には誰もいませんでした。こちらからは見えませんが、海に突き出た岬部分の反対側に福島第一原子力発電所があります。ホテルに向かう途中に小高い丘があり、平野を一望できましたが何もありませんでした。他には墓地があったので覗いてみました。失礼だとは思ったのですが、墓標の写真を撮らせていただきました。分かってはいましたが、悲しさがこみ上げてきます。ホテルプレジール浪江に到着です。ここで2連泊するので、明日は双葉町、大熊町や原発に向かって走ってみたいと思います。